こんにちは、千代子です。マイコンにモジュールを2つくっつけて、インプットされた音声を認識して答えてくれるようにするのが今回のチャレンジです。疲れた時とか、ちょっと落ち込んでしまった時、愚痴ってしまいたいことってありますよね。そりゃ家族や友人に聞いてもらえるかもしれないけれど、いつも家族をはけ口に使うのは気が引けるし、夜中に友人と延々と LINE するのも毎回だと迷惑かけてしまいます。よく言われていることだと思うのですけど、女性が弱音を吐いたり愚痴をこぼすときって必ずしも解決策を求めているわけではないんですよ。ちょっと話を聞いてほしいだけ。吐き出してしまえばあとはなんとかなる。朝が来ればまた頑張れる。ならばこの千代子人形のような人形かぬいぐるみ、あるいはペットに聞いてもらうってのはありなんですが、相槌を打ってくれたり一言でもいいから何か言葉が返ってきたらもっといいなら自分で作っちゃいましょう。話を聞いてくれて何か優しい言葉をかけてくれるコンパニオンロボット。今回のチャレンジはアルドゥイノ系のマイコンに音声認識モジュールと MP3 プレイヤーモジュールをつなげて、こちらの言うことに反応して答えてもらうシステムを作ること。では材料を集めなくては。まずはマイコン、アルドゥイーノウノの互換機、それから録音された音声のプレイヤーモジュール、SD カードから指定された MP3 ファイルを再生します。そしてこちらが今回初めて使うモジュール、あらかじめ教えておいた言葉を認識してくれるというので、今回の目的にはとても大事です。接続する箇所は2箇所あるのに、付属のワイヤーは1セットだけでちょっと慌てました。でもこちらは外部スピーカー用のようです。一応今回は必要ないですね。よかった。これで3点セットが揃いました。あとはブレッドボード、抵抗、ジャンプワイヤーといったところでしょうか。それと電源ですね。では音声認識モジュールの試運転から始めます。こちらのメーカーさんのサイトを見てみると、オフラインボイスレコグニションセンサーとあります。オフラインで働くということは、ネット上のどこか別のところで処理をしたり、よそから情報を取ってきたりするわけではなくて、このモジュールが取り込んだ音声を認識して、知っている言葉だったらその良しをアウトプットするというわけですね。プログラムをアップロードしたマイコンにつなげれば、ネット環境は必要なし、スマホなどもいりません。説明を見ていくと、セルフラーニングファンクション、かっこいいですね。いかにも AI、人工知能っぽい。でも言葉はこの子が自然に勝手に覚えるのではなくて、人が教え込まないといけないので、セルフラーニングとはちょっと違うような気もするのですが、ユーザーによる学習ってことなのかな。あらかじめ英語のフレーズが121仕込んであって、それプラスユーザーが新たに17個短い言葉を登録できるとあります。言葉といっても人の言葉でなくても猫の声などでもいいようです。要するに音の波形をパターンとして覚え込むってことのようですね。で、認識できる波形にどんな意味があるかはマイコンなどが処理するということですね。今回私は
マイコンとのやり取りに UART を使いましたので、ここのスライドスイッチは UART 側のままにしておきます。このスピーカー切り替えスイッチ、とりあえずはスピーカー1、すなわち内部スピーカーのままにしておきます。これについては後でまた触れます。それからArduino 系のマイコンと一緒に使うにあたっての必要なライブラリーと、つなぎ方の例がサンプルコードと一緒に載っています。一番下にはパターンとしてすでに覚え込ませてあるフレーズの一覧表があり、これらの言葉を制御命令として使うのなら、ここのコマンド ID を使ってプログラミングすれば良いわけですね。私はこのことは日本語でのやり取りを楽しもうと思っていますので、これらすでに覚えさせているフレーズは使いません。私のコードに使えるのはコマンド ID5 から21までの17個。この子に覚えてほしいフレーズはこちらに割り当てられます。言葉というか音声の波形パターンの覚えさせ方はこちらのページにも説明が書かれているのですけど、個人的には動画を見る方が分かりやすかったです。例えばここから販売サイトに飛ぶと、言葉の教え込み方のデモの YouTube 動画が埋め込まれていますので、こちらを参考にさせていただきました。Turn on the light. Turn on the light. Okay. Turn off the light. Okay. Turn on the light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 . Turn on. Turn off the light. Turn off the light. Okay. Turn on the light. 最初はなかなかうまくいかなくて発音が悪すぎるのかなと少々傷つきました。でも YouTube のお手本を聞かせてもうまくいかなかったりしたので、音をうまく拾えてなかったのかもしれません。モジュールは口のそばに持ってきた方が良さそうです。この子ちょっとだけ耳が遠いのかもしれませんね。動画を参考にしてモジュールに新しい名前、つまり起動するための言葉ですね、それに日本語のコマンドをいくつか覚えてもらいました。プログラムに加筆をして日本語でも LED をつけたり消したりできるのかやってみます。 Yes, I'm here. 電気をつけて、 Okay. 電気を消して、 Done. 電気を消して、 Doing it. 電気をつけて、 Doing it. 電気を消して、 Okay. Got it. Turn on the light. Turn on the light. Okay. 電気を消して、 Done. Turn on the light. Okay. 電気を消して、 Done. 電気をつけて、 Okay. Turn off the light. Okay. Well done. 教えた日本語フレーズは聞き取ってくれるのが確認できました。今のところは英語で応答してもらっていますが、次は日本語で答えてもらえるようにしなければ。この時点でスピーカースイッチは外部スピーカーの方に切り替えます。申し訳ないんですけど、モジュールに組み込んであるお姉さんの声を封印させてもらうためです。ごめんなさい。でもって
外部スピーカーをつなぐのはこのモジュールではなくて MP3 プレイヤーモジュールの方です。 SD カードに仕込んである声に応答してもらいます。プログラムに以前使ったこのモジュールで音声を再生するコードを合体させてマイコンにアップロードしました。応答用の音声はアミ太郎の声素材工房さんからいくつか可愛らしい声のフレーズをダウンロードさせていただいたり、音声合成ソフト VoiceBox で生成しました。音声コマンドそれぞれに対して応答用フレーズをいくつか用意しておきます。例えば、いいよとか、何々とか、どうしたのとかいったフレーズを、話を聞いてくれるという音声入力に対する応答集として用意しておきます。そこからフレーズを一つ選んで再生します。話を聞いてくれるという声掛けがコマンドなわけです。他にも声掛けコマンドはいくつか用意して、それぞれ別の応答集をペアアップさせておきます。愚痴を聞いてほしかったら、いろいろ喋った最後になんだかなとか言えば、それがインプットコマンドになって何か慰めたり励ましたりする言葉が返ってきます。どの励ましの言葉が返ってくるかは乱数で選ぶので、その時によって違います。試作品です。Arduino Uno の互換器、それからこれは音声認識モジュール、日本語のコマンドを教えてあります。それからこちらが、DF プレイヤーで、DF プレイヤー、これはサポートする SD カードは32ギガまでなんですけども、64ギガでもなんか動いてるみたいです。本当は良くないのかもしれないけど、とりあえず働いてます。今時64ギガよりも小さいのってなかなか売ってないんですよね。で、電源はとりあえずモバイルバッテリーから取ります。で、モバイルバッテリーにはこの USB のスイッチをつけてます。一時抜いたり刺したりしなくてもいいように。はい、オンになりました。ちゃん、聞いてくれました。元気？そう、それはよかった。ちょっと聞いてくれる？ちょっとね、いろいろあって聞いてほしいの。聞いてくれる？なんだかね、疲れたな。そうだよね。ありがとう。なんだかとても嬉しい。Arduino Uno 互換機で動作確認ができたので、Arduino Nano に配線し直しました。マイコンがコンパクトになって、ブレッドボード上に短くぺったんこにできたジャンプワイヤーの分も少しすっきりしました。これならぬいぐるみなどに埋め込むことも可能でしょう。待ってたよ。嬉しい。元気？まずまずか。そっか。ちょっといろいろあってね、お願いがあるの。話を聞いてほしいの。愚痴になっちゃうんだけど、聞いてくれる？なんかちょっとね、いろいろあってね、
疲れたな。一息つこうよ。なんだかね。わかるよ。いろいろあるよね。そうなんだ。でも喋ってちょっと気が楽になった。よし、頑張るぞ。いけいけ。あ、そう？よし、ありがとう。ほいさ。じゃあ、応援してくれる？お願いね。任せて。あ、本当？あ、嬉しい。よし、それならきっと頑張れる。もう一回、頑張るぞ。よーし、やってみよう。ありがとね。ありがとう。じゃあ、またよろしくね。じゃあ今日はもう行くね。ごきげんよう。また遊ぼうね。もっともこの子の応答は乱数を使ってバリエーションを持たせてあるとは言うものの、答えのフレーズは全部自分で仕込んだものです。なので生成 AI などと対話するのとは違います。この子はネットにもつながっていないし、大容量ストレージもない、数百円、数千円といった安くて手に入るものを集めて作った小さな小さなガジェットです。膨大なデータを使ってトレーニングされた人工知能で何か賢いアドバイスをしてもらうとか、あるいは予想だにしない答えが返ってこないかワクワクするとか、そういう類の期待はもちろん持てません。でもそれはそれ、これはこれ、あらかじめ自分で仕込んだフレーズというのは、まあ言ってみれば自分の心の声に向き合っているのだと言えないこともないような、まあ少しは負け惜しみだけど、まんざらそれだけではありません。これからこの子との毎日が楽しみです。